こんにちは、八雲太郎です。このチャンネルはアート業界の過程に生まれ、自らもギャラリストとして世界で経験し、現代アーティストに転向して活動している私が、世界のアートの動向をリアルに考察するチャンネルとなっております。さあ、今回はですね、アート界隈、SNS なんかで、だいぶざわついているようですが、SBI アートオークションの結果を見て、いろんな憶測とか、いろんな意見とか、良くも悪くも盛り上がってるという雰囲気になっているようでございますけれども、スレッズを見たときになんだか、あら、これはなんかざわついてるなと思ったんですけど、僕はね、そんなにそのスレッズとか X だったりっていうのをフォローしてる人以外のも見ないようにしてますし、僕はこのチャンネルで喋るので、あんまり文字で、短い文章で何かを伝えようと思っても不可能だと思ってるんで、まあ簡単に言うと、本当に現代アートの終焉だったりとか、やばいんじゃないかみたいな話なのかなと思ってるんです。それで、村上隆さんも YouTube で、この SBI オークションの結果についてっていう感じの動画をですね、アップされてたのをもう見たんですよ。ぼやきますみたいな感じのタイトルだったから、結構楽しみにして見てたんですけど、全然ぼやくというよりかはめちゃくちゃポジティブにお話しされていて、すごいいいなっていうか、すごくわかりやすかったし、すごく共感できたというか、その村上隆さんの喋ってた内容には、程遠いですけども、僕なりにちょっと喋ろうかなっていう感じであります。まず、結論的に SBI オークションの結果がどうのこうのっていうのって、結局一つの通過点でしかないというか、オークションってタイミングがあるんですよね。不思議なもので。今回のオークションの内容というか皆さんが騒いでいるあたりの話で言うと、落札率 90% っていう結果で、過去最低レベルの落札結果になって、この不落だったというところの作品の大きさとかイメージ、並びとかいろんなものがすごいインパクトを与えたっていうのはすごくよくわかるんですよね。確かにインパクトは大きかったと思います。で、ある意味今回の印象っていうのがタイミング的にものすごい決定づけるような印象を与えたっていうのはもちろんあるかとは思うんですけど、表面的な部分だけを見るとそうかもしれないんですけど、これ全体をしっかり見ると、他の作品、オークションに出てまだ1年目とか2回目3回目とか、最近オークションに上がってきたような新人というか若手という言い方がどうかわからないんですけど、出品回数が少ないアーティストさんのものもそれなりにしっかり、もちろん高額ではないですけど、コンスタントに落札されていましたし、村上さんは爆発したんじゃなくて縮まったっていう言い方でおっしゃってたんですけど、まさにそれが僕もしっくりくるなっていう感じだったんですけど、爆発もししてしまっているんであれば、超メジャーなアーティストの作品が売れないし、オークションキャリアの浅いというか、その辺の作品も落ちないはずだと思うんですよ、個人的には。だってもう、日本の現代アートのマーケットっていうか、期待値っていうのがどん底になっていれば、若いアーティスト、これから期待して作品を買うっていうことだってなくなるわけじゃないですか。でもそうじゃなくて、逆に言うと、今の時期、落札率90% で、その辺のキャリアのアーティストさんの作品もしっかり落札されてるっていうのは、ポテンシャルは依然とあるっていう見方の方が僕は強いと思っていて、マーケットって上がったり下がったりするわけですし、それこそ僕なんて父親がアート業界、美術業界の人というおかげでですね、バブル経験して、リーマンショック経験して、で、今回のコロナショックという言い方でもしますかね、例えばね。人生でね、このアート業界の浮き沈みで3回ね、人生上がったり下がったり、上がったり下がったりしてるわけですよ。第二次トランプ政権になって関税の問題とか、それこそもう物価高、お米がない。2022年とかよりも全然円高になっているっていういろんな要素があって、この結果が生まれてるはずなんですよ。コロナの時の借りたお金だって今返さなきゃいけない時期になっちゃってるじゃないですか。アートっていうのは一番最後なんですよ、娯楽。生活必需品じゃないんで、車買った、家買った、時計買った、散々飲んで遊んだ、その後に他になんか買うもんないのっていうのでアートに行くわけじゃないですか。で、じゃあこうやって景気が少し傾いてくると、どうするかっていうと、家とか車から売る人いないじゃないですか。アートから売っていくわけですから、だいたいそのスパンで言うと、だから全体的な景気のスパンは10年だとしても、アートのスパンってだいたい2、3年になっちゃうんですよ。ただ、このアートブームというか、現代アートブームというものがですよ、日本にとっても良かったし、アーティストにとっても良かったし、ギャラリーにとっても良かったし、裾野は広がった
ったはずなんですよね。はっきり言って、本当にリーマンショックの前ぐらいのマーケットの時って、日本でこの現代アート、プライマリー、無名の新人作家の絵を買ってですよ、部屋に飾ろうなんて人は、誰一人いなかったんですよ。それに比べると、今回の現代アートブームというか、こういうものは、コレクターとかではなくて、インテリアとしてでも、まず、絵を、アートというものをお金を払って買う人が増えた。それがマイナスではないんですよね。今回の SBI オークションの結果ってそんなに別に驚くことではないというか、そのインパクトがでかかったっていうだけで、現代だとやばいよね。マーケット右肩下がりだよね。みたいな話はなんとなくイメージもついていたし、そういう話はいっぱいあったけど、視覚的にまざまざと現実を突きつけられたようなイメージになってしまったというのがざわついてる要因なのかなという、本当に未来を見るしかないというか、リーマンショックで止まってしまったアートマーケットの、日本を含めたアジアのアートマーケットの太さ、比べ物にならないぐらい大きい軸になってる。マーケットっていうのは、景気が悪ければ下がりますし、また何かの要因で上がる時っていうのが必ず来ると思うし、村上さんが書いてた本の中にあったと思うんですけど、作品を販売する、売るっていうのは、株を売ってるようなものだっていうのを確か書かれてたと思うんです。株価って上下するじゃないですか。じゃあこの株の価格を下げないようにどうするかっていうところじゃないですか。作品の価値を下げないようにするにはどうすればいいのか。それはアーティストの活動、履歴だったりとか、どういうところに美術館で展示しました。誰々と展示しました。こういうプロジェクトやりました。どこどこに収蔵されました。みたいなところが価値を担保していく要因になってくるわけじゃないですか。将来性をしっかりと見せていくっていうところに、そういうものの価値を担保していく、上がっていく、上げていく。作品の価値の話はこの前もしたんですけど、村上さんもこの YouTube でおっしゃってたのが、プライマリーのマーケットとセカンダリーのマーケットっていうと、やっぱりセカンダリーのマーケットの方が重要になってくる。だってプライマリーっていいねじゃないですか。セカンダリーマーケット、オークション価格ですよね。オークションの落札価格。これが作品にとっての価値の担保としては一番明確で分かりやすくて重要なものになってくるっていうところがあるんですよね。例えばアーティストが世界に名を残すとか、で、村上さんもこの前 YouTube で話してましたけれども、亡くなった後の評価とか何を残せるかみたいなことがやっぱり重要だっていうのは、もちろんそれはそうだと思うんですよ。少しこれ補足で付け加えるというか、ただいいものを作っていれば亡くなった後に評価されるのかって言ったら、決してそれはそうじゃないと僕は思ってるんですよ。ある程度マーケットの中で生前活躍したというか、評価されたというレベルまで押し上げていってないと、亡くなった後に評価されるかどうかってされないよねって思うんですよ。頭ごなしにアーティストはお金のことを考えるな。売れるとかそういうことは考えるな。いいものを作れ。ただ書くんだ。亡くなった後に評価されるためにやるんだ。っていうような言い方をほとんどの方がされるんですよ。可能性的に話すと、そこら辺の貸し画廊で年2回ずつぐらい展示会やってました。よくわかんないギャラリーで年1回か2回個展やってましたっていう人がずっとやってて、作品はもちろんいいかもしれない。その方が亡くなった後にごっこ的な評価をされるかって言ったら、これないでしょっていう話。もちろんその周辺の人たちには記憶として残るかもしれないけれども、ある程度マーケットとかの中で戦ったり活躍したりっていうところのレベルまで上がってないと無理じゃないって僕は冷静に思っちゃうんですよ。そういう意味ではこのマーケットというのはものすごい大事と僕は思っていて、作品の販売をどこかのタイミングとかどこかのギャラリーで販売した以上は、いつどのタイミングでそっちの世界というか、セカンダリーのマーケット、オークションとかのマーケットの市場にポンと第三者の手によって投げ入れられる、放り込まれる可能性があるというのがこの世界で仕方ないことだったりするんですよ。村上さんいつもおっしゃるんですけど、僕は日本人に嫌われてるけどアメリカ人には結構好かれてるんだよみたいな感じでヨーロッパとかね。今そんなに正直僕の周りで村上さん嫌いっていう人いませんし、そんなに嫌われてるのかなって正直思っちゃったんですよね。それこそこの2冊、もう僕の YouTube で何度も出てきてますし、僕もこれで現代アートを勉強しましたし、現代アートの参考書っていっぱいあると思うんですけど、とりあえずこれから読むと。もうこれバイブルですから、アーティストだけじゃなくて現代アートに関わる人の僕はバイブルだと思ってます。もう20年近く前に発行されているものなので、多少時代的にこっち側の時代が変わって
った部分もあるんですけど、今読んでも大きい構造っていうのは変わってない。一番変わってるのは今の村上さんの立場っていうのが一番変わったかなっていう感じがしますけど、美術手帳の村上さんのインタビューみたいなのをまとめた分厚い本なんで、それも絶対読んだ方がいいと思いますしね。そもそもですよ、僕は板橋区出身でですね、東武東上線ですよ。で、村上さんは福岡県の人は福岡県ってだけで、一緒だ、同郷だってなるじゃないとか、そういう意味ではこの板橋区とかこの、東武東上線です。もうこれ東武東上線ってだけでですね、もう僕の中ではある意味同郷というかアートの大先輩。それだけでもやっぱり親近感あるし、板橋区東武東上線っていうとね、かなり馬鹿にされますし、僕なんかも逆にこの板橋区とか東武東上線って逆にこのダサさをディスるというかね、そういうのもありますけど、上福岡爆笑問題の太田光さんになります。石橋貴明さん、山下達郎さん、尾崎豊さん、結構アーティスト多いんですよ。ね、開会危機とか新座ですしね、朝霞台とかその辺ですしね。僕のこの YouTube でも昔話したことありますけど、2002年とか2003年だと思うんですけど、父親から電話あって、大変なことが起こった、村上隆がやったぞ、やりやがったぞ、日本のアート業界は変わるぞ、革命が起きたみたいな風に電話かかってきたんですよ。クリスティーズだったと思うんですけど、村上さんのこの立体作品が日本の現代アート、現代美術の作品としてはめちゃめちゃ高額な金額で落札されたと。そのニュースが日本に飛び込んできたわけですよ。で、それまではもちろん日本にも現代アートというものがあったはずです。僕は正直その当時のことはあんまりわかんないんですけど、あったはずだし、そうやって村上さんがその前からずっと努力されていたことっていうのがアンダーグラウンドの世界だったと思うんですよね。漫画だとかキャラとかそういったものに対する村上さんに対する批判が当時の美術業界からはあったはずなんですよね。僕はこの時のこの事件というか、村上さんが成し得たこの偉業というか、これを日本の現代アートの夜明けと僕は位置づけているわけですよ。その親父の電話がというかね。僕の父親がいた周辺の人たちが現代アートの未来を感じて現代アートを取り扱うようになったグループのところにいたからそうだったかもしれないですけど、徹底的にそれを批判して、そんなものはって言ってやらなかった人たちも多くいたはずなんですよ。で、それから2009年のリーマンショックの間、ここの間にガーッと上がってって、で、この時期ですよ、やっぱり中国めちゃくちゃお金持ちがぐわーっと溢れてきて、北京、上海、北京みたいな。深センはまだ多分そこまで開発されてなかったと思いますけど、香港とか台湾、韓国もそうです。盛り上がってましたね。アジアのマーケットが全体的にこうぐーっと盛り上がってきた時期。アートで成功するということはどういうことなのか、どういう道筋があるのかみたいなのを明確にこういう言語化をした人、村上さんのこのビジネスライクな感じが日本人には合わないというか、アートというものがビジネス化された側面も持っているというところを根本的に理解してないのか、理解したくないのか、外部にいる人間だから、そこが全く見えてないでやんや言ってるだけなのかわからないんですけど、中に入ってしまうと、この構造を壊そうと思ってもできないんですよ。どうこの世界でじゃあ生きていこうかと思うと、その中で自分の身の割り振りとか考え方とかそういうのを考えていかなきゃいけないので、動かないものを動かそうとしても無駄なわけですよね。中に入ってない人はもしかしたらファクトリー的な作品の作り方とかにもやんや言う方もいらっしゃいますけど、あとやっぱりエンタメが日本人は苦手なんだなと思います。アメリカでプロレスがなんで人気があるかっていうと、エンタメなんですよ。それこそロックバンドだってそうですよ。ギターアンプが天井のようにこうやって積まれてたんですよ。でも鳴ってんの2つぐらいだったっていう話で、全部鳴ってるわけじゃないって当たり前だろ、中身空っぽだよみたいなね。だけどブワーってアンプあると超かっこいいじゃないですか。音楽とかそういうものはそれエンタメは許せるけど、なぜかこのねアートの世界だけになるとエンタメ性とかお金やたら毛嫌いするっていう人がいるんですけど、まあなんだろう、特質ですかね。今のZ世代の人っていうか、Z 世代の人も Z 世代って言われるのは嫌かもしれないですけど、とにかく今の感覚を持った若い方、そこの抵抗感は全くないと僕は思ってるんで、それも正直時間が経てば解決するのかなっていう感じはしますけどね。正直僕は個人的にはアートフェア東京とか、村上さんのすごい作品だったりとか、それこそ草間さんのすごい大きい作品だったりとかっていうのが展示されてるのが僕の中での理想のアートフェア東京だったりもするんです。なんか寂しいなっていうね気もす
すごいするんですよね。話は長くなりましたけど、このマーケットっていうのは、すごい複雑な外部要因とかもいろいろあるんで、ガチャガチャ騒いでも変わらないわけじゃないですか。これをね、こういう時期をどう捉えるかっていうのは、人それぞれだと思うんですけど、この状況をどうやって生きていくかというか、チャンスだと思うしかないというか、そう考えるしかないわけなんですよね。どうこれをチャンスにしていくか。10年ぐらいもしかしたら低迷しつつじわじわ来るかもしれない。で、時代の流れ早いからもう少し早いかもしれない。何かのきっかけで本気でグーンと円高になれば、また2022年の円安の時の盛り上がりとは違った形での盛り上がりっていうのが体験できるかもしれない。その時に自分はどこにいるか、どの立ち位置にいるか、どういう活動をしているか、どういうポジションにいるのかみたいなところを考えて戦略的に、それはアーティストだけじゃなくてギャラリーもそうだと思うんですけど、どうすればチャンスに変えられるのか、いい機会というか、次の波に向けて何をイメトレしてどういうポジショニングをやっていくのかみたいなところが今は重要なんではないかなという意味では、一つのことに時間をかけて、例えばしっかりとしたプロフィール作っていくとか、2022年とかって展示が先行してたような感じがあったんで、作品だけとにかく回しとけばいいみたいなところもあって、いろんなものがおろそかになっていた部分をしっかりとアーティストの CV しっかりとしたものを作るとか、英語の文章をしっかりとしたプロフィール作っていくとかね、そういう部分に力を入れたりとかして、希望はあるというかチャンスになるはずだなと僕は思ってるんで、いろいろまた新しい試行錯誤をしていけばいいんじゃないかなっていう感じがしますけどね。マーケットは本当に、なんか全然この前より全然なんか良くないみたいなことだって送りうるものなので。ただやっぱり SBA アートオークションしか見てない人が結構多いから、あまりそれは良くないなと思いますね。毎日オークションを見て、この2つが統合しましたんで、これが今後どうなるか僕の中でちょっと楽しみの一つですけど、小さいオークション会社を見て、サザビーズを見て、クリスティーズを見てっていう、全部の流れを見て考えた方が僕はいいと思います。その時々のタイミングの流れがあるんで、アートっていうのは絶対的にグローバルなものなんですよね。国内のオークションだけで全てを判断してしまうよりも、もう少し広い範囲から見た方が冷静に見れるんじゃないかなというふうに個人的には思っております。それでは今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。いいね、コメント、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。それではまた来週。